Meshtabi Season 4. 今回のMeshtabiはガチでまた食べたい札幌日替わり定食最編集版です。それでは早速Let's get it started. 1. Kita Juichi Jo Nishi 14. Yakiniku to Really Silk Road. JR 総園駅から徒歩3分、私立病院目の前にありますシルクロードさん。1995年オープンという札幌ではおなじみ老舗焼肉屋さんですな。焼肉ランチの種類が豊富で、ファミリーからお一人様まで幅広い客層で人気。週末メニューのホリデーチョイスセットは牛下がり、生ラムにもう一品選べましてね。今回は塩ホルモンにしてみましたよ。他に豚ロース、豚カルビ、味噌ホルモン、若鶏とお好みお好きなものをチョイスできちゃう。おじさん大好きカツカレーもあったよ。焼肉屋なのに、基本のランチはお肉の組み合わせが自由に選べて、平日は1000円ちょっとからサラダ、スープ、キムチ、ナムル、ご飯おかわり自由で、このコスパはいいですね。1000円ちょいから焼肉食べれるのはいいね。それがちゃんと牛リブロースとかサガリ、カルビ軸に豚さん、鶏さん、ホルモンとの組み合わせが選べる感じで、肉量も私には十分。塩ホルモンも臭みなく美味しいホルモンでしたよ。生ラムはもう少し薄めにカットしてもらえたら嬉しいかな、個人的に。おいおい、熱すぎるってクレームかい？いや、クレームじゃないよ。ジュジュッと高温でさっと焼いていただきたいでしょ、お肉は。まあそうだね。熱すぎると中まで火が通るのに時間かかるし、強火じゃ焦げちゃうからね。なるほど、確かにね。超レアでいける牛ならまだしもね。でしょ。今度平日ランチ来てみましょう。くるくるシルクロード。 2. Atsubetsu Higashi O Shokuji Dokoro Takumi. 何回オープン時間より早めに来てもなぜにか満席に近い状態なんです、こちらのお店。そうなんです。無断欠席ならぬ無断前倒し営業するこちらのお店、9時半開店って書いてあるんだけど、いっつも前倒しでオープンしちゃってて、一体何時にオープンしてるのか不明なんです。そして見てください、本日のランチ天丼500円です。ねえ、逆びっくりですよ。500円の天丼ってね。まあエビは入ってて1本だろうな、あとはナス、ピーマン、シシトウくらいのやつかななんて思ってたんですよね。したっけ？これですよ、これ。やばくないですか？ね、これこそ赤字丼じゃないって感じ。本当だ。こりゃたまげた見上げたもんだよ。いや、これ500円ってある意味衝撃映像っしょ。衝撃。しかもちゃんと美味しい天ぷら。これより美味しくない天ぷら屋さんいっぱい知ってる。あるある。っていうか、ここのが美味しすぎるんだ。これかなり美味しい天ぷらですよ。さっくり上がってて最高さ。これが500円とは驚きだぜ。ご近所さんはラッキーだね。10時前に今日のランチは売り切れちゃってましたね。朝だけどモーニングじゃなくてランチね。10時前に売り切れだけど。リアルなランチ時間にはもう閉まっちゃうというかなり謎だらけの匠さん。ね、謎ね。なんか不公平じゃない？近所に匠さんがあるなんて、なんて素敵なのかしら。だよね。でもあんまり YouTube で紹介したらさ、ご近所さんに怒られちゃいそうだね。あ、そっか。有名になっちゃったらご近所さん入れなくなっちゃうもんね。俺たちにはそんな影響力ないってノンインフルエンサーだ。Non-influencer. だよね。それでええんさ。 3. Kikasui Bistro Petite Region. 菊水にありますぶどうのツタで覆われた可愛らしい外観のフレンチレストラン。フランス庶民の食堂ビストロで、フランス人が日常を味わう伝統的な定番料理をいただくことができるのです。肩肘張らずに飾らない雰囲気が素敵ですね。それにしてもマダムに見渡す限りのマダムだらけって感じ。そうなの。まあそりゃそうでしょ。おっさんや兄さんたちはフレンチランチなかなか行かないでしょ。まあそりゃそうか。そりゃそうっしょ。なんとこちらのランチセットは前菜メインが数種類から選べるんでございます。自家製ライ麦パンに食後のエスプレッソも含めてなんと1980円とかなりリーズナブル。
ほほフレンチコースが1980円た手頃ですね。ねえ、まず前菜、キッシュのパイがサックサク、じゃがいもとソーセージの塩気がちょうどいい。それにしてもこの前菜がかなりボリューミーでしてね、メインをお魚にしてよかったと思ったら、じゃーん、青森産スズキのポワレでございます。ポワレこれはまたなかなかのサイズじゃござさんか。一郎といいこの聖夜といいメジャーで大活躍でございますね。なんで野球が出てくんのよ。さあなぜでしょう。こっちが聞いてんの。あれ、この二人の共通点は、一郎はカレーだけど聖夜はそぼろ好きでしょ。一郎の奥さんは元アナウンサーだけど畠山愛理さんは元アスリートだからアナウンサーじゃないし。聖夜の奥さんって畠山愛理なの？あら、知らなかった？接点なくない？どういう馴れ初めなのかな。あ、鈴木か。まだまだだな。もうややこしい、めんどくさ。もうあとうどんもね、鈴木つながりです。かなりのみの厚さでふっくらしっとり、ねセロリのソースもあっさりとよく合いますね。鈴木さん、皮目がパリッパリで超ポワレ、気づけばペロリンチョでございます。見るからにパリッとポワレーな感じ。パリッとフレンチだけに。なるほど。やっぱ魚の皮目をパリッと仕上げるのが美味しいってのは万国共通なんだね。ね、ポワレ美味しい。このお値段で本格フレンチランチは大満足だね。4. Minami Gojo Higashi 1. Hachidoli Shock Door。はい、こちらは36号線沿い、創生イーストのごちゃごちゃ楽しいゾーン。この辺りはやっぱ飲み歩くのが楽しいゾーンだね。あた庭でしょ。昔は朝までこの辺うろうろしてましたね。はい、こちらはハチドリさん。レゲエの流れる可愛いお店。こちらは私たちが大好きなアジアンエスニックな料理がいただけちゃうんですね。はい、こちらジャークチキンがとっても美味しいんですが、ここでは味わえないアジアンエスニックな日替わりランチがいただけちゃうんです。この日は沖縄の郷土料理ソーキがメインのランチでね。ソーキ、これまた好物なんでね。はい、早期発見なんちゃって。そうきたか。最近うちの神さんのおっさん化が半端ねえっす。この早期がトロットロで美味しかった。こんなに美味しいのは沖縄でもなかなかないんじゃないかなってやつね。コラーゲンたっぷりで美味しかった。他にはどんなレパートリーがあるのか興味津々だね。んだ、この辺り昔はわらじ屋しかなかったのにな。わらじ屋？タコキングってたこ焼き屋あんじゃん。あそこ昔わらじ屋っていう名前だったんだよね。その頃よく言ってたんさ。今度からびっくりドンキータコキング問題っていうことにしよう。タコキングってびっくりドンキー系列だったの？違う。ある日突然名前が変わった系。昔はわらじ屋っていう渋い名前のお店だったんだ。結城千穂がある日突然キキキリンになった的な。あれショックだったぜ。そうなんだ。キキキリンからしか知らん。あ、そう。5. Katago Tenpula Club。北郷の天ぷらクラブはお初でございます。親戚なのかな、別系列なのかな。はい、ここは太平大朝にある天ぷらクラブの本店になるんだそうです。あら、本当？はい、知りませんでしたね。千歳のお店は別経営ってことなのかな。そうざんす。千歳のお店はこちらで修行した方がやってらっしゃるんでございますよ。へえ、そうなんだ。さすが本店。通りで美味しいはずだね。こちらは6品の日替わりネタの天ぷらにご飯とお味噌汁、お漬物がセットで1078円。お手頃価格で本格的な天ぷらがいただけちゃいます。しかもご飯はおかわりし放題。結構飯旅ーズ天ぷら好きですからね。2年前に久々にゴルフした時は夫婦2人して天ぷら打っちゃいましたからね。その天ぷらじゃないよね。あなた見事にカラッと真上に放たれてましたね。はい、キャッチャーフライみたいだったね。そりゃそうと、天ぷら屋さんでカニ飯っていうのは珍しいよね。そうそう、プラス350円でね。ご飯神飯に変更可能ってことなんでね。神飯じゃない、カニ飯。このカニ飯、カニの甘さとお醤油かしらね。
ご飯によく合いますね。おいちゃんは久しぶりの天丼、さっくり揚がってて美味しいね。こちらの天ぷらは丼タレも煮詰まりすぎてないサラッサラタイプで好みのタイプでしょ。そうなんだよ。それはそうと天ぷらの衣ってさ、最近進化してる気がするんだけど、そう感じるのはおいちゃんだけかな。わかる。カリッサクッとしててさ、冷めてもヘタってならない系でしょ。魔法の粉でも使ってるんかな。ね、家だとこうはならんからね。不思議だねえ、糸より鯛って北海道じゃ初めて食べたけど、やっぱ身ふっくら厚みがあってキスより好きかもしれないな。それを言うならキスでしょ。美味しかったね。俺の甘い口づけがちゃうわ、気持ち悪い。近所に欲しい。天ぷらさんでした。6. ニューヨーク Oyachi. Kitano Tamayura. 北の玉浦厚別店さんにお久しぶりねってことで、玉浦厚別さん、チェーンでは一番ビッグサイズかな。広々としてていいですね。今回露店の外気チェアが増設されていて嬉しい限りでした。はい、札幌のスーパー銭湯が490何か入りました入りました入ります490円で楽しめるのは玉浦さんのおかげなのではないでしょうかと思うのはおいちゃんだけかな。そっか、都会でこんなにお風呂が安いのは札幌くらいだもんね。だよ。水風呂がちょいと浅いのは気になるところだけども、まるで子供たちにここで遊びなさいと言わんがばかりの浅くぬるい水風呂。おっさんたちが使い方に困るところでございますがね。深いところ一人しか入れないからさ。あれ、そうだっけ。女風呂は知りませんよ。男湯の話。できることなら女湯にも入ってみたいですがね。そんな度胸が終わりなのかしら。あなたのそのあ、そうだった。無理です。はい。いや、今回も存分に整わせていただきました。混んでるけど玉浦さんとしては空いてる部類よね。だ。 7. Nijuyon Ken. Oshokuji Dokoro Pochi. 24軒にありますポチさん。ランチ時は激混みって聞いてたんで、オープン狙いで行ったら一番乗り。イエイ。今日の日替わりは今日の日替わりはまさかのまさかのってそりゃまずいまずい。諸葛貝。諸葛貝って言って逃げまくるってのもありだけども、ちょいと訳ありでしてね。そんな卑怯な。はい、というわけで日替わりではないけどコロッケ定食をいただきます。お、いいね、コロッケで。カリカリ衣にしっとり系コロッケ、おじゃがと玉ねぎの自然な甘さで美味しゅうございます。ポチさん定食も充実してるからいいよね。そうそう、気づけばランチサラリーマンが続々やってきて、あっという間にほぼ満席。略してほぼ満。働く男たちのオアシスポチさんですね。からの Today's Katsu ここ Kari. は視聴者さんに教えてもらったお店ってことで、はい、そうなんです。すでにおいちゃんカツカレーいただいてましてね。カツカレー食べに来た時に働く男たちがこぞって日替わりを注文してるのを目の当たりしましてね。今回の日替わり定食特集のためにグリーンに来てもらったわけなんです。したっけ。まさかの本日の日替わりカツカレーかぶりってね。そうそう、グリーンちゃん日替わりのメニュー見て動揺しちゃって、思わずパッポに即電話したよね。略して即電。それ略する意味あるかな。いいでしょ。ということでね、今回グリーンにはコロッケ定食食べてもらったわけで、くそ、本当はおいちゃん狙ってたんだけどね、コロッケ定食。いいでしょ。今度こそ日替わり食べにゃーなってことですね。めっちゃ大人になってイケメン化してたね、手品あんや。ほら、それ大好物。イケメン好きだもんね。だけど元彼も旦那もって。 8. Shin Hasamu. Oshokuji no Mise Yanase. 新ハッサムの住宅街にあります食堂。こちらも40年近いベテラン店さんです。嬉しい日替わりだったんでね、ご紹介させていただきます。この日の日替わりは本当はポークガーリックだったんだよね。そうそう。でもガーリックダメなの症候群なんで Garlic ね。 Dominano そうなの。 Syndrome. 味的には嫌いってわけじゃないんだけどね、長い間食べない習慣ってのが染みついちゃってね。なもんでね、これからデートだって言い訳して生姜焼きに変更させていただきました。結構ガーリックダメな人いるんだよね。そりゃそうだよ。だって営業やオフィスワーカーは
ニンニク避けるでしょ普通。だよね。それにしてもまあすんごいボリューム。嬉しいじゃないですか、このひじき。ひじき感激。似てない。3口ぐらいでなくなる小鉢のひじきはよく見ますが、これスーパーで1パック198円で売ってるやつよりも量多いですよ。ひじき好きだもんね。はい。これで700円、すごいバリューね。略してすごいね。だから略する意味ある？ある。ランチ父さんたちには素晴らしい食堂ですね。ここだけ物価上昇していませんでしたね。ところでなんでニンニク食べないの？普通だし好きっしょニンニク。そうなんだけどね、接客業が長いから接客しない業になったのに癖が抜けなくってね。接客しない業って YouTuber？ そう、食べる系 YouTuber。 なかなか抜けないよね。あとのニンニク避ける癖とそのダジャレ癖。だってそもそも YouTube だってダジャレじゃん。ダジャレは世界共通さ。 YouTube U のチューブで YouTube。 確かにダジャレっぽいわね。どういう意味？チューブっていうのはアメリカではね、夏休みの風物詩的バンドではなく、そりゃそうだ、前田のチューブじゃねえわ。缶や管や歯磨き粉や絵の具のチューブって意味の他にテレビっていう意味でも使われるんだ。じゃあ YouTube はあなたテレビ、あなたのテレビってことなの？だ。確かにダジャレね。だろ。あなたはチューブラリンな人ね。だってどういう意味？ 9. Kita Niju Gojo Higashi 21. Karakuri Ko. 最近飯旅登場しまくりのからくりこさん。ママやマダムに大人気のこちらの日替わりランチはこんな感じですよってことで、はい、日替わりランチ特集で外すわけには参りませんからね。さらっとおさらいです。はい、見てください。この豪華絢爛お盆の上の初の夜行列車降りた時からです。これは嬉しいですよね。すごいの一言。ちょっと贅沢だけど週1くらいはいただきたいランチだね。音痴だけどランチにはいいね。だ、あなたもね。ああ、音痴なら負けねえぜ。10. Kita Niju Ichi Jo Higashi 7. Cafe Makulan. こちらも飯旅外せないシリーズ。チョイスなブル 3,4 種類ぐらいのお魚定食がすんごいの。魚だけじゃなく、こちらも豪華絢爛なお盆の上の初の夜行列車降りた時から津軽海峡冬景色系の素晴らしいランチがいただけます。苦しそうだね。ランチにはちょっと贅沢ですが、時間とお小遣いに余裕があるときはぜひ味わいたいお昼ご飯だね。11. Yamanote. Hoku Yokan. そしてこちらも山手にございます。飯旅では何かとご紹介しておりますお店。絶飯器具の貴重な昭和の秘宝的食堂です。今日の日替わりはこちらね。メインは鶏団子と豆腐にナスのしそあえ、えのき昆布、春雨の酢の物、どの一品一品にも愛と魂を感じる優しい味付けなんだよね。そしてこの味噌汁さ、おいちゃんあんま味噌汁好きじゃないじゃん。そうね、珍しいよね。汁物はラーメンでみたいなところあるからね。そうなんだけど、ここのおやさんの味噌汁はエンドレスで飲んでいたい、そんな気にさせられる味噌汁なんだよ。すごい。ってことはお出汁がすごい系のやつね。だ、開店と同時にずらーっと愛に飢えた野郎どもが集まってきます。そしてここにも愛がありますね。客たちがね、一人で切り盛りする父さんの手を煩わせないように、忙しい昼時はほとんどの客が日替わりを注文するんだ。暗黙にね。愛だね。いいね、こういうの。そしてやっぱうまいわ。なのに安いというね。ねえ、お父さんいつもありがとう。ありがとうございます。感謝。 Jakai no Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. The Showa Shockdoor 4. Saihenshuban des. Otanoshamini. See you soon. 今回日替わり定食ということで、日替わり定食って探しづらいですよね。食べログでランキング探しても、ちゃんとしたランキングっていうのが、ね、日替わりって部門別になってなくって、いろんなのが重なって出てきちゃうから、
ランチってなっちゃうからね。まあちょっと札幌でもこれ上っ面っぽい感じになっちゃってると思うんですよね今回、ぜひ皆さんの、お気に入り日替わりランチを教えていただけたら、第2弾第3弾とやっていけたらなーなんて思っております、ちなみに、日本日替わり定食ランキングって検索かけるでしょ、食べログの。じゃあ何が出てきたと思います？ 1 位に出てきた店、我々経験済みのやつが出てきました。分かった、吉野家の朝亭。まさかよ、吉野家なんてそんな点数出ないっしょ。違ったか、経験してる。思い出深いですよ。思い出深いわ。人形町でね行列に並んでたらね、隣の店も大行列になっててね、そっちも気になってまさかのそれ食った後また隣の店に並んでそっちも食ったっていう。あれ、唐揚げ唐揚げ定食ちゃうやろ。げんこつ大のカキフライ定食。三遊さんっていう割烹料理屋さんのカキフライが日本一の日替わり定食って、いや日替わりじゃねえしあれ定番だしと思ったんだけど、まあそういう風になっちゃうんだよね。そうだよね、検索かけても。まああれをちゃんと、そうね、今言われて思い出したけどちゃんと味わいたいですね。カキフライが巨大な、すごいですよ。何個ものカキをこうくっつけ合わせて拳ぐらいの大きさのカキフライ2個になってんだよね。そうそう、小ぶりなねカキちゃんをそれ並んで、さらに隣の行列天ぷらだからね、連続で食べたというね、2人して。そうです、同じ時間に並んでる人に二度見されましたあいつそっちも食うのってね、みたいな。あれ2軒のランチ食うのに3時間ぐらいかかりましたね。かかった。ということで皆さんも暴飲暴食には気をつけましょうね。並んでるとどうしても食べたくなるからね。いやーほんとね、この前も小言で言ってた群衆心理ってやつですか、そんなうまいのかと。いや俺らが一番よく知ってんのにな、とてつもない行列の店ほどそんな大したことないんだけど、やっぱ気になっちゃうからね、あれもすごかったよね。福岡でさ、明太子丼だったっけ、明太弁当、うっそみたいな行列だ。なんかコンサート、ジャニーズのコンサートでもあるんですかみたいな行列だったよね。もう今の P です。もう今じゃそうP ですおじさん。群衆心理には気をつけてください。落とし穴がありますからね。怖いよな。並ぶ価値のある店っていうのを情報提供していきたいなと思いますね、その旅の飯旅ですね。今後ともよろしくお願いします。出かけるときは忘れずに目的地と飯旅で検索してみてください。きっと我々のレポートが出てくると思います。大体の場所出ます。いやまだまだ特に西日本は薄いですけどね、一応まんべんなく、あまりにも視聴が上がらないんで動画は撮ってあるんだけどまだリリースしてないっていう地域も結構あるんでね、本当みんな違う地方に興味ないんだなってまあ1年経っても2000、3000だもんねあんまり本州には興味ないのかな。でもね、皆さんが見ていただいたおかげで3万人登録者が達成すること、ありがとうございました。ありがとうございました。